皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。横浜アリーナの興奮もやっと落ち着いてきましたので、動画の作成を再開したいと思います。今回は前回のアローンに続いて、また少しフライングで曲についての個人的な感想ということで、ザ・ノンフィクション・デイズについてつぶやかせていただきたいと思います。この曲はアローンと同じくブランニューメイドに収録されていますので、本来であればアルバム EP の感想で取り上げる形が自然なのですが、この曲も別に取り上げたいという思いがありまして切り出す形になってしまいました。テンスアニバーサリーツアーでもやらなかったですしね。以前の動画で尋常じゃないくらい見てしまっている MV として、ダイス、ブルーミング、デイドリーミングの3つを挙げたと思うのですが、よく考えたらこのザ・ノンフィクション・デイズも同じぐらい尋常じゃないほど見てしまっている MV でした。海外のリアクション動画もすごく多いですし、サムネイルがこの画像だとつい見てしまうという感じです。それでまず私的にこの曲は提供曲の中では個人的には一番好きな曲になります。当然スリルとかリアルイグゼシスタンスとかフリーダムとかスマイルとかもめちゃくちゃ好きなんですけど、私的にはこのザ・ノンフィクションデイズが一番好きなんですね。作詞は中村かなたさん、作曲は大西俊成さんということですが、中村かなたさんは他には Before Yesterday の作詞、大西俊成さんは You の編曲ですかね。他には見つけられなかったので、スポット的な感じなのかなと思っています。だからか、提供曲の中では少し風合いが違う感じがしています。私的にはですが。この曲のどこが他の曲と違うと思っているかというと、厳密に他の曲と比べたわけでもなく、本当にイメージだけなのですが、さえちゃんのボーカルというか、歌い方が違うように思っています。通風のバンドメイドの曲って歌詞の言葉を詰めていて、あまり単語の語尾を伸ばさない形が多いように思っているのですが、この曲は結構伸ばしているところがあってちょっと珍しい感じがしています。で、その伸ばすところが小畑さんのコーラスなのか、さえちゃんの声自体に倍音成分みたいなのが出ているのか、それともエフェクターの効果なのか分かりませんが、響きがめちゃくちゃ綺麗で、専門的なことは分からないのですが、その伸ばす単語の最初の1音目のアタックが強くてはっきり聞こえる感じがすごく好きなんですよね。あと、この MV についてですが、まず撮影はめちゃくちゃ寒かったということですよね。昼間と夜の撮影があるので長時間だったと思うのですが、バンドメイドの MV って極端に寒い時や暑い時が多いような気がします。大変ですよね。で、この MV ではさえちゃんがなんか幼い感じの可愛さが出ているというか、本当に当時は若いので当たり前なのですが、ちょっと私的には特別感があります。口元のほくろもよく見える貴重な MV かとも思っています。と、前置きはこれくらいにして曲の感想に入らせていただきます。まずイントロは音源だと左右の音が入れ替わってぐるぐる回るような効果を出していて、めちゃくちゃいい感じで始まります。あーちゃんのドラムは跳ねるような感じで始まって、ミンチョのチャチャチャからは8ビートになります。で、ミサさんのベースも加わってきて一気に盛り上がります。で、イントロの最後のところはミンチョの跳ねるようなリフになって、あーちゃんのスネア叩きながらハイハットを足で鳴らすところがすごいなと思いながらいつも聴いています。この曲は全般的にですが、あーちゃんのドラムのリズムが変則ですごく好きなところです。それでそんなに長くないイントロですが、3部構成のようになっていて、私的にはこのイントロはバンドメイドの曲の中でも大好きなイントロの一つです。それで A メロに入りますが、ここもあーちゃんのドラムがめちゃくちゃ好きです。単なる8ビートとかじゃなくて、前乗りな感じでスネア2回叩いてるところが、すごくスピード感が出ていていい感じです。それで、誰かの判断基準のところからのミサさんのベースラインがかっこよくて、MV ではミンチョですが、お給仕では多分小畑さんになるのかなと思うパワーコードみたいなので、フレーズの頭で、ジャンジャンって弾いてるリフがめちゃ力強くていい感じです。曲とは関係ないのですが、MV でのここのさえちゃんがなぜかかっこよくていつも見入ってしまいます。絶対領域がいいんですかね。
それでちょっと落ち着いた感じの短い B メロになりますが、落ち着いた感じではあるのですが、ここでのミンチョのリフとミサさんのベースラインがハードですごくいい感じです。で、マニアックな好みだと思いますが、ここのサイちゃんの疑ってしまうのところの歌い方がなぜか私的にはめちゃ好きなんですね。で、本当に自分はあるのかのところのミンチョのリフがうまくサビに向けて盛り上げる感じになって、あーちゃんのドラムフィルでサビにつなげます。それで相変わらずサビはキャッチーで、冒頭に言っていたやつですが、サイちゃんのノンフィクションデイズのデイズとかの伸ばすところがめちゃくちゃ綺麗です。小畑さんのコーラスもサビを引き立てています。サビ後半の笑えないなの後のリフがまためちゃくちゃかっこよくて、部屋の中でさえものところでギューンってトレモロアームでダウンさせるみたいなところもめちゃくちゃ好きです。でもお給仕では聞き取れてないだけかもしれませんが、やらないように思ってます。好きなところなんですけどね。で、サビ最後の Don't Find Myself の伸ばすところがまた綺麗で何回聴いてもゾクッとします。MV での1サビ終わりであーちゃんの髪の毛振り乱してのドラムイングのところもめちゃくちゃ好きなところです。それで短い感想を挟んで2メロに入りますが、ここはあーちゃんのドラムパターンも1メロと全然違いますし、ミンチョも単音弾きしだしてバンメらしい感じの変化が入ります。で、口にしただけのところでミンチョとミサさんの強烈なリフが入って2メロを盛り上げます。それで 2B は一旦ブレイク的な感じの演奏になってから、ミンチョのピックスクラッチとかも入れて2サビに向けて再度盛り上げます。2サビに入ると MV では夜になって炎の演出が入ります。シャンブルズの MV のメイキングでも炎の件は触れられてましたね。一瞬ブレイク的な 2B が入っての2サビなので、構成的には飽きさせない構成になっていて、新鮮な感じでの2サビとなります。それで2サビ終わりでまたブレイクした感じになって C メロというかギターソロ前のパートになりますが、サイちゃんの Don't Find Myself の余韻につなげてのミンチョのアルペジオ的なフレーズとミサさんの超低音のベースが味わい深いです。で、ここのサイちゃんのおーイエーもめちゃくちゃ綺麗な声で痺れます。それでギターソロになりますが、私の好きなハーモニクスや3連も織り交ぜられてめちゃくちゃ味わい深いソロだと思っています。
ソロ終わりでサビの最後のところのメロになって一旦ブレイクし、ここで MV は夜から昼間に切り替わり、さえちゃんのアップで耐えられないよのフィクションデイズで再開するところが私的にはこの MV で一番好きなところです。さえちゃんの口元のほくろがよく見えるのもここですね。このパートはサビのメロディーなのに静かな感じで全然違う味付けになっていて、最後のエニモーのところからあーちゃんの激しいドラムフィルが入って、見えるすべてがから一気に大サビへの盛り上げに切り替わるところは、提供曲でありますがバンドメイドらしい単純ではない構成になっていて、単にサビを繰り返すだけではなくて曲の最後を演出する完璧な構成だと思っています。最後、Don't Find Myself を2回繰り返すところも完璧だと思っていますし、アウトロもイントロの伏線回収みたいになっていて、最高潮に盛り上がって終わります。最後のあーちゃんの男前な感じもいいですね。この曲は本当に何度聴いても飽きないです。まあどの曲も飽きないですけど、未だに聴けば聴くほど好きになっていく曲です。はい、ということで、ザ・ノンフィクション・デイズについての超個人的感想でした。今回は以上です。それではまた次回。